自ら国の未来を滅ぼそうとするプーチン大統領と、最前線で起きているウクライナ軍の反撃は見事な対称性を見せています。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢。2022年2月24日に始まった本格的な侵攻以来5年目へと突入しました。クリミア半島に対するロシアによる侵略が2014年から、それから見ればもう10年以上のこととなります。ロシア・プーチン大統領の侵略の意図というものが、どれだけ執念深いものかを示していると言えるでしょう。ただし、そうしたロシアによるウクライナ侵略は、プーチン大統領の大いな誤算でもあり、そして彼自身の戦略性のなさといったものを同時に証明もしています。今回は本格的な侵攻5年目に突入した今、プーチン大統領の戦略がいかに破綻しているかについての解説をしておきましょう。と、その前にまずは現状の整理から。ここ最近起きた大きな出来事としては、ロシア軍の前線における情報の混乱といったものがあります。以前解説したイーロン・マスクによる衛星ネットサービススターリンからのロシア軍の遮断。これは現在でもなおロシア軍内部における混乱の要因の一つとなっています。前線における部隊間の連絡、そして情報共有に大きな支障をもたらしています。そこにさらにロシア側の自滅行動もありました。それが通信アプリテレグラムの使用禁止命令です。すべての部隊でこれが徹底されているかどうかはわかりませんが、少なくともインターネットにつなぐときにはスターリンクを使うし、そのスターリンクを使ってネットを接続した後にはテレグラムで情報のやり取りをしていた。そうした部隊や兵士たちの間においては、この2つの手段が閉ざされたということは、致命的な問題を引き起こしています。それがウクライナ軍の反撃に対して、全く無防備もしくは各国撃破されるという危険性をはらんでいるからです。そして実際にウクライナ軍は反撃を実施しました。現在のところウクライナによる反撃は、400平方キロメートルの領土を奪還したとしています。これら作戦地域は主には南部戦線で、ザポリージャ州で特にウクライナ軍の反撃が目立っています。一方において東部戦線、北側における戦いにおいては、戦線は膠着状態であまり動きを見せていません。ロシア軍全体で通信網の問題が発生しているにもかかわらず、全戦域で領土奪還が進んでいない理由というのは2つの要因があります。まず第一が、ウクライナ軍の戦力は全戦域において豊富にあるわけではありません。どこかに集中させて運用させる必要があります。今、ロシア軍が問題を抱えているのは、よし全戦域で攻勢に出ようというような大規模な余裕というものがあるわけではないからです。そしてもう一つ言われているのが、地域差です。ロシア軍と一言で言っても、実際にはどのような運用をしているかは、やはり各地域によって担当者が違います。司令官が違えばその能力にも違いがあり、混乱状態の中にあって復旧に努めている能力といったものも違うと考えられています。また、地域の特性といったものもあります。特に南部戦線においては、開けた地域が非常に大きいので、部隊間の連絡がない場合においては、支援を受けることもなくあっという間にやられる部隊といったものも次々と出ています。一方で、東部戦線北側においては、森林地帯といったものもありますから、これらの地域においては、どうしても攻める側の方にもそんなに素早く移動できるわけではない事情もあります。何にしてもスターリンクの創出に伴う地上通信基地局の設置には時間がかかります。また、テレグラムに代わる新しいメッセンジャーアプリや情報共有の仕方についても、まだまだロシア軍の中では手探りな状態であり、この復旧には様々なごたつきといったものが今後も見られることでしょう。そしてこのような通信アプリの規制問題に関しては、ロシア国内の問題が大きいと言われています。それが、ロシア本国における徴兵制の強化といったものがこれから迫っていると考えられており、ロシア国民の不満が一気に噴出するのを抑えるためにも、ロシア政府で統制が取れる通信アプリに限定しようという動きがあるのです。これまでもこのチャンネルではロシア軍の兵士がいかにして調達されたかについてお伝えしてきました。まず第一に囚人兵の活用。犯罪者であれば、ロシア国内でも国民からの反発もなく突撃作戦に従事させることができました。そして地域の貧困層の人たちに対する釣り上げ。これらの人たちを大金を積んでさあ軍隊へ入れというふうにして自発的に彼らを軍隊へと呼び寄せれば、志願したんだから突撃作戦にいくら放り込んだとしても、ロシア国民全体から見れば不満に思う人はいないだろうという話。そして第3に進んでいるのが
海外からの調達、犯罪組織ばりの嘘、大げさ、紛らわしい、詐欺的手法によって、うまい話に釣られてきた人たちをどんどんと戦場へと送り出していく。そして亡くなったら、ロシア政府とは全く関係のない人物でという具合にして、お金を全く払わない、人命だけが失われるといった事態を引き起こしています。そうした様々な兵士の集め方といったものも変化する中において、だんだんと兵士も集まらなくなり、じゃあ今の突撃作戦を維持するためにはどうするか、もはやロシア国内における動員を強化するしかないというのが、今のロシア軍の戦い方を継続するためには欠かせないというのです。そうすることによってロシア国民の私は関係ないはずだという思いを踏みにじる国民の不満が一気に高まる危険性があるわけです。そうしたことを考えれば、事前に通信を制御しておきたい、情報統制をしておきたいという思いが非常に強く出ているのでしょう。ロシア軍内部における通信の混乱があったとしても、それでもなお、ロシア政府全体として国民の締め付けができる体制といったものを優先している可能性があるわけです。それでは、ここからは、ロシア軍による本格的な侵攻、節目の2月24日を過ぎたので、まずはここまでの振り返りを行っておきましょう。最初に結論から言っておくと、プーチン大統領の戦略はかなり破綻しています。まず第一に、ロシアという国家にとって周辺国が次々と離反しているという状況を生み出しています。プーチン大統領はソ連のような非常に大きな勢力圏を確保したいと考えています。だからこそ、ウクライナに対しても、ウクライナという国家は認めないし、ウクライナ人という存在も認めない。ロシアという大きな枠組みの中に彼らが収まればいいというような話をしています。しかし、そのような話をすることによってウクライナに侵略し、それによってウクライナの国民性といったものが一つ確固たるものとして確立され、反ロシアという姿勢が明確になりました。また、ソ連の勢力圏といったものを復活させたいという割には、次々と周辺国からの離反を招いています。中央アジア各国における旧ソ連構成国も非常に中国に対して友好的な姿勢をとり、ロシアとの関係においては一歩離れつつあります。さらには中立国の喪失といったものもあります。北欧は長い間中立政策をとり、NATO でもなければロシアに対しても別に敵でもない、いわゆる中立政策を維持しようとしてきました。そうすることによって自分たちが何の害もないような存在であるかのような姿勢をとってきたわけです。しかし、明確にプーチン大統領が侵略の意図をあらわにしたことにより、北欧諸国ははっきりともはや中立ではダメだとして NATO に加盟しました。これによってバルト海は完全に NATO 勢力圏に収まり、ロシアのバルチック艦隊は開戦すれば1日で全滅する状況に陥っています。そして、そもそもウクライナに対する侵略について言っても、当初の目論見は完全に外れました。貧弱な大統領であるゼレンスキー大統領であれば、一挙に攻め込めばあっという間に逃げ出してウクライナという国家は瓦解するだろう。政権が崩壊すれば、そこに親ロシアの政権を打ち立てて、傀儡国家、そしてその後はウクライナを完全に属領としようという計画があったと見られています。しかし現実においてはそのようなことにはなりませんでした。ここでロシア軍のこれまでの流れを見ておきましょう。2022年2月、ロシア軍による本格的な侵攻が始まり、ロシア軍は首都キーウを目指して、ベラルーシ領からの進軍といったものを行いました。当時ウクライナ軍は、ロシア軍の本格的な侵攻が始まれば、東部戦線における大攻勢が始まるだろうと見て、東部戦線に多くの部隊を張り付けていたと言われています。しかし、実際には、ロシア軍は、首都キーウを目指して発動してきた。それに加えて南部クリミア半島からの侵入が南部戦線における大きな領土の占領といったものを生み出しました。ただしこうした全面的な侵攻にはロシア軍自身が耐えられませんでした。あまりにも多くの戦域における全戦力の投入は彼ら自身の攻勢限界点を迎えることとなったのです。ウクライナ軍自身も踏ん張りましたし、そもそも政権が崩壊もしませんでした。これによりウクライナ軍は反撃を行い、ロシア軍による首都攻略作戦は失敗。北部地域における領土奪還を果たしました。また、東部戦線においても、ハルキウ州における電撃的な反撃作戦が成功し、大きくロシア軍を後退させました。南部戦線においてはドニプロ川を挟んでの戦いへと移行しました。これは
川を渡るための橋などが破壊され、川を渡った部隊が孤立するという状況を生み出したからです。そのため、ロシア軍の占領地、2022年4月が最大で、それ以降は、ロシア軍の進撃は非常に緩やかなものとなりました。まず2024年段階において、戦争研究所の発表している地図がこちら。非常に広範囲にわたっていた赤く塗られていたロシア軍の占領地が大きく削られていることがわかります。ただし、この時の戦争研究所の地図においては、取り戻した領地については記載されていないことから、どこが戦場だったかはちょっとわかりづらいものとなっています。続いて、2025年5月16日段階の地図。2025年段階における戦争研究所の発表している地図には一つ特徴があります。それは当時トランプ大統領がウクライナの地下資源をよこせと要求していたことから、戦況マップにおいてもウクライナの地下資源がどこにどんなものがあるかを表示するようになっていました。現在トランプ大統領のこうした地下資源要求といったものは収まってはいますが、今後も同様の話題を持ち出してくる可能性はあります。どちらにしてもそうなのですが、ロシア軍の占領地はやはり2022年と比べると大幅に減退した状況となっています。そしてこちらが2026年2月24日のロシア軍の占領地の様子。ここで見てほしいのは、2022年段階と比べて、ロシア軍の占領地が大幅に減少しているなということだけではなく、もう一つが2025年との比較です。地下資源の表示があるかないかというので、ちょっと見づらくはなっていますが、この縮尺においては、ロシア軍の占領地が大きく拡大していないことは明らかです。それだけ、ウクライナ軍の前線防御といったものがかなり効いていることを示しています。2025年、2026年のこれまでのウクライナ軍の防御体制といったものは、これまで以上に評価すべきものです。なぜならば、2025年トランプ大統領が誕生しました。それは、ウクライナにとっては非常に大きな問題を生み出しました。アメリカによる軍事支援の途絶です。現在でもアメリカからウクライナに対する軍事支援は、情報支援と防空体制についてのちょっぴりの支援は行われています。しかし、支援全体で見ればその9割以上がカットされた状態であり、ウクライナの防衛体制から考えれば非常に大きな支援を失ったことになります。一方でこれを埋め合わせようとするヨーロッパですが、軍事支援の増額といったものを踏み切りました。ただしここには大きな問題があります。バイデン政権時代におけるアメリカの支援と EU の支援、この2階建てのうちアメリカの支援がすっぽり抜け落ちました。その上で EU の軍事支援といったものが増強されてきたわけですが、かつてのアメリカ単体での軍事支援とようやく並ぼうかなというぐらいまでたどり着いた段階で、途中には当然のようにアメリカ単体よりも半分以下ぐらいの時もあったわけで、ようやく少しずつアメリカ並みの軍事支援が行えるようになってきたかなという具合です。ですから、アメリカプラス EU の2階建ての軍事支援の頃に比べれば、明らかに総額としては減少しているのです。しかし、先ほども見たように、ウクライナ軍の前線は持ちこたえています。つまり、支援総額全体が下がっていても、ロシア軍の攻勢を跳ねのけているという点で、以前よりもさらにウクライナ軍が強くなったことを意味しています。そしてもう一つ、ロシア軍が弱くなっているという点も見逃してはいけません。動画の前半において兵士をいかにして調達するかの話をしましたが、同時に兵器の調達に関しても状況は変化し続けています。ロシア軍の本格的な侵攻が始まった当初、ロシア軍の攻勢は非常に多くの装甲戦力で整えられていました。腐ってもロシアは非常に多くのソ連の兵器に武装されており、その軍事力は非常に強大なものです。だからこそ、プーチン大統領はウクライナを3日で落とせると考えていたぐらいです。しかし、ウクライナ軍の抵抗の特徴ともなったドローン戦術は非常に大きな成果を上げています。その結果として、本格的な侵攻以来4年間において、ロシアはもはやソ連の遺産といったものを食い潰したと考えられています。戦車、装甲車、自走砲、榴弾砲、かなりの量、ソ連の遺産が残されていたのですが、それらをいくら再生して前線送りしても、次々と破壊されることにより、もはや再生するための予備といったものがなくなったと考えられているのです。現在のロシアはそもそもソ連と比べた場合における軍事力というものは明らかに劣っています。軍事生産力という面でも同様です。ですから、どんなにお金をかけたとしても生産設備がない以上は、
ソ連時代のような大量生産、大量消費といったものが不可能なわけです。そのためにロシア軍の戦術が大規模な装甲戦力の投入ではなく、一般兵士をどんどんと分散させて突撃させる人海戦術に頼るようになったのはそうしたことの証明でもあります。ここから先は当然国力差といったものもあるので、決していきなり一夜にしてロシア軍を追い散らかすといったことはできないでしょう。しかし、着実にウクライナが領土を奪還しているというのは朗報であり、それをきっかけとして少しずつでも状況が改善されることを望みます。そのための要素としては、今後もヨーロッパからは確実な支援が必要ですし、そしてトランプ大統領がロシアに対する支援といったものをやめることも重要です。それはウクライナに対する軍事支援を絞りに絞って、ウクライナに対して譲歩を引き出そうとするのではなく、最低でもバイデン政権時代ぐらい並みの軍事支援さえしてくれれば、ロシアに対する打撃は今よりも一層激しいものとなります。構成力を失ったロシア軍に対して、当然戦争が長引けば、いかにプーチン大統領が戦争を続けたかっていても、前線における崩壊といったものが起これば状況は好転します。あまりトランプ大統領の心変わりといったものは期待できないというのが2025年の教訓なので、彼の行動が回り回ってウクライナ情勢に良い影響を与えてくれるのを期待するしかないかもしれません。例えば、現在トランプ大統領は中東地域に軍事力の集結を進めています。これらの軍事力、イランに対する強硬な圧力は、イランの現在の体制を崩壊させる可能性も十分あります。そのことがなぜウクライナ情勢に良い影響を与えるかといえば、当然のように、現在のイランはロシアに対する非常に友好的、そして連帯といったものを示しており、この一角が欠けるだけでも、ロシアにとっても打撃になるからです。ロシア、中国、イラン、この3カ国は悪の枢軸なんていうふうに言うこともありますが、現実問題としてそれぞれの国が互いにある程度影響し合って反米勢力の一角を成しているのは間違いありません。その一角が崩壊するというのであれば、当然のようにロシアにとって良い影響はもたらさないのは明らかでしょう。ちなみにちょっと話は飛びますが、中国外務省が対日輸出規制を発表しました。この目的というのが日本の再軍備阻止だというような話をしています。こういった話を聞けば日本人としてみれば何言ってんだこの人みたいな感じで見るというのが一般的でしょう。実際彼らの言っていることは全くの的外れです。ところがここに問題があります。こうした口頭無形な話であっても真顔で言い続けるという作戦というのは、それこそロシアが行ってきたプロパガンダと全く同じ手法です。彼ら自身の狙いが目的であって、本当かどうかというのは全く関係ないのです。嘘でも騙される人がいて、それによって世論がかき乱されること、それ自体が問題なわけです。こうした話をしても、いやいやさすがに日本の再軍備なんていう話について真剣に受け止める人はいないでしょう。というふうに思うかもしれません。しかしそうしたことそれ自体が実は相手方の狙いです。まともな情報に触れている人であれば、日本がどこかの国に侵略するなんていうことは、まさに口頭無形馬鹿げた話だとわかります。ところがそうした馬鹿げた話というのをそのまま受け止めて、これが世界の真実なんだと真剣に情報発信する側に回る人間などもいます。厄介なのが、そうした話を真剣に受け止める人というのが、現役の政治家だったり政治勢力であったりするし、またそうした話をどんどんと吹聴することによって、私だけが世界の真実を知っているんだという、いわゆる目覚めた人みたいな話をする人というのもいます。ですからこうした馬鹿げた主張というのを甘く見るというのは良くないことです。彼らのやろうとしていることが、いかにして日本を貶めるか、そしていかにしてこうした話を世界へと広めて、日本がどのような国であるかを知らない人たちが騙されるのを警戒する必要があります。情報戦といったものは、日本国内だけではなく世界に向けても同時に行っていく必要があります。中国が今回、日本の再軍備を阻止すべきだ。軍事国家になるのを防ぐべきだ。日本が軍国主義によって支配されているという嘘のストーリーといったものを広めるのは、彼ら自身が被害者のポジションをとって日本に加害者という言われなきレッテル張りをするための外交戦術の一つです。今後こうした大きな外交戦術に伴って日本国内においても連携する左派が高市政権に対する批判などを強める可能性は十分あると警戒すべきでしょう。忘れてはならないのがこうした戦術を取ったプーチン大統領が
いかにしてロシアの侵略を正当化し、それによって騙された人たちがどのくらいいるかを私たちは見ておくべきポイントの一つです。どんなに口頭無形で全く事実に基づかない話でも、とうとうと言い続けることによって騙される人たちがいる。まさにロシアのやり方といったものは中国もまた同じことをやってくるのです。皆さんは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。